実はこの制作の様子はこの動画より先にショート動画の方でアップしたんですけれども、 AI によるハッシュタグこれつけるといいですよっていうリコメンドにホラーっていうのが真っ先に上がりましたね。決してホラーな動画ではないのでご視聴いただけたらと思うんですけれども、今回はオイルパステルの制作風景をお届けいたします。暗闇の研究としての自画像でございます。はい、手が汚れないように手袋をしてからですね、まずは机の上の照明を点滅させながら、描いていきます。チカチカいたしますので画面から離れてご覧いただければと思いますが、2つ照明を用意しまして、1つは机の上を照らす照明、そしてもう1つは私の顔を照らす、懐中電灯を用意して、懐中電灯の方はつけっぱなしにして、机の照明をスイッチで、オンオフ切り替えながら暗くしたところに映る私の顔を観察して描いていく、そういう段取りでございます。まずは大まかな形、これは耳を今描きましたけれども、だんだん顔に見えてくるかと思います。黒、茶色、灰色、そして軽い緑色、主にはこの数色のみを用いて、描いていきます。実際に鏡に映る顔にはあまり色調がありませんから、その意味で暗闇の中で絵を描くというのは大変簡単な練習になるんですね。大体が暗闇の中に溶け込んでいって現れてくる形も制限されてきて、わりかしはっきりと形が映る、そういう練習として描いておりますが、このようにオイルパステルはガシガシと色をのせていきます。なるべくやはり大きな筆運びで、描いていくっていうことですけれども、今は顔のラインに浮き出る影を描いて、首にも影が落ちていて、そういう様子を描いていますね。ガツガツと塗っていきます。照明をチカチカさせているので、外から見たら私のアトリエは窓が光ったり暗くなったりして大変物騒な気がしますけども、やっております。紙の目を潰すようにすり込んでいってどんどん色をのせていきます。一番明るいのはこの白ですね。影と光のコントラストがとても強いので、白の使いどころがまさに腕の見せ所かなと思います。首をちょっと傾けている絵なんですけれども、だんだん見えてきましたかね。顔が出てきました。今口を塗りましたけれども、これは目の位置ですね。眉毛、チカチカさせながら描いています。対象を観察するとですね、人の肌でも単純な色だけではなく様々な色があるものですけれども、影も同様にいろいろな部分に思いもよらぬ影が落ちていたりしますから、それを描いていっておりますね。
大きく塗ったり細かく引いたり、そして強弱をつけていくわけですけれども、かといって大胆さを失ってはいけない。ちょっと細かく描きすぎたなと思ったら、それを打ち消すように大きく描いて上塗りしていく。だんだんと目元がはっきりとしてきたと思います。こういうポーズをしながら描いてます。はい。使っているオイルパステルはホルベインのアーティストオイルパステルというものですけれども、いろいろ試しましたが、これが一番、いいかなということで、3年くらいはこれをですね使って描いておりますが、この照明をチカチカさせるやり方は最近半年くらい特に集中してやっているモチーフですけれども、先に申した通りいい練習になるっていうのと、あともう一つは美しい、単純にそういう理由でやっていますね。私は車をよく乗るんですけれども、夜のドライブ、ハイビームをつけて進んでいく時の照らされる道だったりガードレールのそのコントラストがですね、大変美しくてですね、それをどうにか描けないか。運転中はもちろん絵が描けないですからね、手が離せませんから、どうにか部屋で再現できないかっていうことで編み出したのがこのやり方です。懐中電灯で物を照らして部屋の照明を消す。で、真っ暗なままではこれもまた描けないですから、手元を照らす照明は用意して、観察するときには手元の照明を消して、で描くときには照明をつけて、やっております。見てわかる通り黒の消費が大変多いですから、オイルパステルも結構買い溜めておりますね。暗い色としては単純なブラックと、あとはインディゴブルー、これが大変見た目すごく似てまして、パステルの状態ですと。でその上暗い部屋でやっておりますから、たまに黒なのかインディゴブルーなのか見分けがつかず、誤って塗りつぶしてしまうことがあります。これもちょっと一瞬どっちだっけってなってますけど、それはそれでいいかなという感じです。結局思いもよらぬ表現が出たりするのでいといません。これらのモチーフで使うのはその黒と白、あとは茶色がまた一つのメインな色ですけども、茶色もですね4種類くらい用意しております。一番鮮やかな茶色、そこから白みがかって灰色に近づいていく茶色と、最も暗い茶色などですね。はい、もういつの間にか進んで完成に近づいていますけれども、時折鏡に映る私の生の顔が、首が映っていると思いますが、はい、こんな感じになりました。前回は外を歩いて、スケッチする動画を撮りましたけれども、今後はあのような外での活動だったり、あとは部屋の中でやるスケッチだったり、そういったものも上げていこうと思いますので、ぜひ今後ともご覧いただければと思います。